皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はホンダの CR-V をご紹介していきたいと思います。日本ではベゼルの兄貴分として知られる CR-V ですが、世界的にはホンダ社ナンバーワンの販売実績を持つという超重要な一台となっています。ホンダのボスと言っても過言ではなく、世界で売れ続けている SUV なだけあって、動画を見終えた時に世界一も納得できる仕上がりになっているので、ぜひ最後まで一緒にお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは早速スタートです。今回ご紹介するグレードは EX ブラックエディションというガソリン最上級モデルとなります。全長 4605mm、全幅 1855mm、全高 1680mm、燃費は WLTC モードで 14.2kg です。この CR-V は肉体改造ならぬ骨格改造を前面に施したということも特徴の一つで、本当にジムで鍛え上げたかのようなアスリートボディがより強さと迫力を物語っていますよね。全てを網羅した軍の大将というだけあって、堂々とした独自の世界観を持った作りになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、ホンダの大将という地位にふさわしい堂々とした威厳すら感じるかっこいいフロントマスクとなっています。この切れ上がったヘッドライトと分厚く頑丈な骨格のおかげで、まるで戦士のようなたくましさが感じられますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、面で発光するヘッドライトや長さがしっかりある流れるウインカーなど、ワイドボディを生かした作りは夜の存在感もものすごくありそうですよね。次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで厚みのあるロングノーズを生かしたとても上品なアメリカンスタイルとなっています。ここのプレスラインをスーッと強く入れ、そして途中でふわっと消すことで、全体を見た時にドアの厚み感がより強調され、また高級感すら感じますよね。タイヤは18インチです。ツヤのあるブラックホイールのカスタム感、とてもかっこいいですよね。給油口は左側についています。次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、外観からも荷室の広さを感じることのできるワイドで迫力のあるリアスタイルとなっています。特にこの高めに設置されたリアコンビネーションランプが特徴的で、安全性・視認性のために代々受け継がれている伝統的なデザインだそうです。ライトを点灯するとこのように点灯し、この造形もとても美しく、またこの長く縦型に光るウインカーは一度見たら忘れられないほどの強いインパクトを与えてくれそうですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、今回はブラックエディションという最上級グレードということで、ブラック内装をさらにブラックで彩った高級感漂うカスタム仕様となっています。この車にもっと早く出会いたかったと本気で思っちゃうほど、とても上品で使い勝手抜群の作りになっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央にはナビが設置されていて、その下にはエアコンの操作系のボタンがまとまっています。温度調整はダイヤル式になっていて、左右別々で温度を調整することもできます。ダイヤルもボタンもとても大きく作られていて、使いやすさはもちろんのこと、こういう道具感ある作り、なかなか味が出ていてすごくかっこいいですよね。ここには運転席助手席用のシートヒーターも備わっていて、なんと3段階で調整することができます。その下には本革巻きのシフトレバーがついていて、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。その隣には電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンが備わっていて、その反対側にはエコモードのボタンと運転に必要なものがここに集約している作りは、本当使いやすさ、デザインともに素晴らしいですよね。その下にはちょっとした小物入れと、ここには USB ポートが一口ついています。その手前には爪付きのドリンクホルダーが備わっていて、この丸くないちょっとした箱型形状がまたなんだかこだわりを感じますよね。ここにはトレー付きの収納スペースが備わっていて、一般的な収納ボックスと思いきや、なんと今まで見たことのない大容量の収納空間となっています。このトレイは前後スライドや
もちろん取り外しも可能なので、大きなティッシュボックスや除菌シート、予備のドリンクを置くなど、収納力、使い勝手に関してはもう言うことありませんよね。ナビの上にはエアコンの吹き出し口とハザードボタンがついていて、さらにその上部には LED のルームランプがついています。ルームランプはスポット的に当てるタイプと全面を灯す2パターンが用意されていて、どんなシーンでも不便がないように設計されているのはすごく好印象ですね。さらにここにはサングラスホルダーがついていて、ここを軽く押すことで航跡を確認できるミラーに早変わりすることもできます。そしてなんとこの CRV には標準装備で大型のサンルーフも備わっていて、ここのスイッチで全て自動開閉することができます。窓の大きさもとても広く、この開放感が手に入るならどこへ行っても最高に楽しいドライブができそうですよね。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、とても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でナビ関係の操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ここにはステアリングヒーターのボタンもついていて、視線移動なしで使えるのはとてもいいですよね。ここにはパドルシフトもついていて、ウインカーは軽く押すと3回点滅するタイプになっています。ハンドルの調整は下のレバーを上げ、前後を上下に調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の右側についていて、エンジンをかけるとこのように始動します。メーター周りは見やすさ重視のとてもシンプルな雰囲気に仕上がっています。シンプルながらに先進性やかっこよさも感じますよね。そしてシートはこのようになっていて、ブラックエディション専用の本革シートとなっています。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、運転席のみ腰の当たる部分を広範囲で調整できるランバーサポートもついています。シートに座った感じもとても良く、このランバーサポート予想以上に大きく動くので、これはかなりいい仕事をしてくれそうです。ここには厚みのあるニーパッドも両側についていて、ロングドライブのシチュエーションもしっかり考え尽くされたこの設計、ほんと素晴らしいの一言ですよね。そして次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのようになっていて、ソフトパッド、ブラックの木目調、ピアノブラックとまさに上品さとかっこよさを融合させた高級カスタム仕様となっています。なんとドアハンドルもピアノブラック調になっていて、このちょっぴり悪そうなカスタム感もこのブラック内装にはすごくマッチしていて、とてもかっこいいですよね。ここにはシートメモリーのボタンもついていて、ウィンドウスイッチの台座も全てピアノブラックと、ドア内側に関してもホンダ社トップの実力を感じる上品な仕上がりになっています。ドアを閉めた音はとても重厚感のある音となっています。運転席右側には風量を調整できるエアコンの吹き出し口と、その下には安全系のボタン、リアゲートの自動開閉スイッチがついています。さらにその下には ETC 車載機とちょっとした小物入れがついていて、ここには給油口を開けるレバーがついています。助手席前にはピアノブラックのラインとブラックの木目調がデザインされ、実はこのライン、ナビを貫通してスッと運転席の端まで突き抜けるデザインになっていて、こういうさりげない一体感の演出が気づいた時により魅力を与えてくれますよね。そしてサンバイザーは運転席助手席ともにクッション性のあるものになっていて、鏡と照明がついています。グローブボックスはゆっくり開く大きなタイプとなっています。それでは次に後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、前の席と全く遜色のない高級感漂う上品な作りとなっています。後席のシートはより快適に座れるように座面が少し長いタイプのものが採用されていて、シートに座った感じもとても良く、窮屈感がなく全身がリラックスできます。足元空間も頭上空間もとても広々としていて、またここの段差がほとんどないおかげでより広く快適に感じることができます。後席にもシートヒーターが備わっていて、なんと前の席同様に3段階で調整することができ、これはすごいの一言ですよね。ここにはエアコンの吹き出し口と USB ポートが2口ついていて、天井には LED のおしゃれなルームランプがついています。
スライニングもすることができ、ここにはドリンクホルダー付きのアームレストもついていて、あれなんでここまで完璧なのに縦型なのと思った方もいるかもしれませんが、今回の場合は縦に設計したことで十分にアームレストとして機能する幅も確保できているので、快適性や使用頻度を考えると今回は縦が最良かなとも感じました。それにしてもこの開放感と広々空間、これは一度座ったら自然と笑顔になっちゃうような最高の特等席になっているので、これを毎日体感できる同乗者は本当に羨ましい限りですよね。それでは最後にリアを見ていきましょう。リアはここのボタンでもキックセンサーでも両方自動で開けられるような仕様になっています。荷室空間もとても広く、普段使いでは十分すぎるくらいの広い収納スペースとなっています。ラゲージ下にも収納空間が少し存在し、このボードは1段階ですが高さを調整することもでき、このちょっとした差が大きかったりしますよね。鉱石を倒すにはここのレバーを引くことで簡単に倒すことができ、もうここまで完璧な CRV ですからフルフラットも朝飯前ですよね。実際に横になってみたんですが、十分な広さがあるので車中泊はもちろんのこと、このサンルーフから星など見れる旅に出かけたらもう一生忘れることのない最高な思い出が作れそうですよね。いかがでしたか？本日はホンダの CRV をご紹介しましたが、さすが世界一選ばれているだけあって全てが充実した納得の1台でしたよね。冒頭でもお話ししましたが、本当にもっと早く出会いたかったなと思うぐらいビビビッとくるものを感じ、皆さんも今改めてこの外観を見るとなんだか頼れる相棒という感じがして、一緒に旅も悪くないかなという気がしてきませんか？日本ではコンパクト SUV 傾向があってなかなか見かける車ではありませんが、相棒感や所有感、そして広々とした快適さを感じる1台になっているので、ぜひ一度実車を見てこの実力に満ちたパフォーマンスを体感していただければなと思います。実際に CRV に乗られている方や他の SUV に乗られている方の感想、また動画の感想などもぜひコメントに残していっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。